鳥山先生、この度はご冥福をお祈りいたします。鳥山先生とは2008年ぐらいからの16年ぐらいの、お付き合いをさせていただきました。いろんなことを、無茶なことをかなり言ったんですけども、嫌な顔せず笑顔で全て答えていただきまして、本当に嬉しかったです。天国でも漫画をずっと描き続けてください。今回ですね、情報番組、報道番組に、インタビューとか生放送で、鳥山先生のことを話させていただきましたが、全てはやっぱし伝えきれてない部分もありますので、この YouTube をお借りしてもう少し、お話しさせていただきたいと思います。これだけは勘違いしないでほしいんですけども、こういうのをして、俺は鳥山先生と仲がいいんだとか、こんなにもらってすごいだろうとか、そんな風な思いで報道も、情報とかも、言ってたわけではありません。本当は、しんどかったですし悲しかったですけども、でもやっぱり鳥山先生は笑いも好きでしたし、僕はやっぱし芸人として人の笑顔にするお仕事というか、鳥山先生も一緒だったと思います。なので明るく鳥山先生の思い出、そしてどういう人だったのかっていうのを語らせていただきました。そこだけは本当に勘違いしないでいただきたいです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、鳥山先生の思い出だったり、鳥山先生にまつわるフィギュア、そうですね、っていうのをちょっとご紹介いただけるということで、はい、まずは2008年にバンド JRKB っていう所属してるバンドで知り合いまして、僕がもう本当に小学校からずっとドラゴンも好きだったので、まあもう言うと神様みたいな存在の方なんですよ。その方と会えた。そこで僕は本当はね、おこがましいのでもう近寄りがたいとか思うんですけど、僕はやっぱり好きなものにまっすぐ走っていくタイプなんですよ。なのでずうずうしくも鳥山先生に連絡先を聞いていろいろお話とかさせてもらって、この前にあるサインとかをそういった付き合いの中でいただいてきました。で一番最初にいただいたのがこちらのサインなんですけども、これは鳥山先生がライブ見に来ていただいた後に関係者も含めありがとうと、楽しかったよっていうのでプレゼントしてくれたんですよ。もうこの時の気持ちってちょっと表現できないくらい嬉しくてできないぐらいなんですね。いや本当に本当鳥肌とかもうなんか言葉も出ないというか、本当それぐらい衝撃的なことで、なんかもう言葉に出ないぐらい嬉しかった。本当に出なかったんですよ。まあでもその気持ちは分かるというか、自分がキャラになってるんですもんね。そうです、自分のキャラになってるんですよ。でもめちゃくちゃ嬉しくて、すごかったんですけど、このベジータはちょっと知る人は知ってるんですけど、コスチュームが一番最初ナメック星に来た時のコスチュームを上半身は描かれてるんですけど、下半身はその後コスチュームがボロボロになった後にちょっと新しくなったコスチュームになってるんですよ。ああ、ふんどしみたいなやつが、こういうのがなくて尻尾もないんですよ。ああ、確かに、最初はあったっすね。でここの模様、これもね本当はなかったんですよ。そんな細かい。そうなんですよ。大好きがゆえに気づいてしまうという。でスカウターも緑は下級戦士で、ベジータエリートなんで赤なんですけど緑だったんで、普通これでいいですよ。もう満足だろうと。ありがとうございますで終わるところですよね。僕はやっぱし本気に好きなので、痛いやつと思われてもいいですと思って鳥山先生に、実は先生本当に嬉しかったんですけど、これコスチュームが合体してます。僕一番最初のナメック星に来た時のベジータが好きなので、ちょっとご指摘させていただきますって言って指摘をさせていただいたんです。さっきのところ、じゃあ先生はそうだったっけと分かったよっていうので書き直していただいたのがこちらなんです。ちゃんと、さっき大岡さんのそうです、腰当てもあるし、尻尾もあるし、模様消えてるし、スカウト赤いなってるんですよ。これでいいかなっつって、うわーって先生すいませんっていうので、好きがゆえにちょっとこだわってしまったっていう部分が、あるので、これを先生は気持ちよく書いていただきました。
優しい人なんですね。なんかめちゃくちゃ優しいです。めんどくせえなじゃないですけど、はい、もしかしたら心の中では、もしかしたらめんどくせえなとは思ってたかもしれないですけども、でもこれだけで終わらなかったんですよ。こっからが鳥山先生のサプライズが来るんです。じゃあその絵をそこで何十年かぶりにマジで本気で描いてみたよっていうのがこれなんです本気で描いてみたよっていうのは大川さんが頼んでないっていうことですもんね。あ、これははい鳥山先生のサプライズなんですよ。表紙とかになりそうな感じで描いてくれてるんですよ。そうですね、なんか気持ちまして大川さんの顔もちょっとかっこいい感じになって。そうなんですよ。こういう人を喜ばせてくれるというか、なんか喜んでもらえたらいいなみたいな、そんな精神本当に感じて、で、はい、なんならスーパーサイヤ人になったベジータも描いてみたよ。なんならなんならじゃないんですよ、こっちからすると。本当にもうすごいですすね。ごくないですか。でしかもコスチュームがちゃんとスーパーサイヤ人になった時のベジータのコスチュームなんですよ。普通の人って1個あれば家宝にするレベルですけど、そうなんです。でもこれとこれで終わるはずだったんですけど、はい、こっちは鳥山先生のサプライズなので僕が頼んだわけではないんですよ。なるほどなるほど。だからその優しさがサプライズで書いてくれてるっていう。なるほどね、喜ばせるのが。そうなんですよ。だから僕はそこもやっぱりレベル違うなってなんかエンターテイメントというか。あ、そうですね。損得感情だけじゃなくて、あ、そうなんですよ。もう喜ぶんだったらいくらでもやるよっていうことなんですね、はい、まだ終わらないんですか。終わらないんですよ。やっぱ大川君といえば悟空だよね。ベジータが大好きなんですけど、はい、これちょっと手震えましたね。孫悟空のようにガンガン来るねみたいな、その、はいはいはい、気持ちの感じで、はいはいはい、これいや全部そうなんですけど、悟空見た時はちょっともう俺は思い残すことないみたいなこと言う人いるじゃないですか、はい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 、気持ち的に本当にもういいかってそれぐらいの気持ちになったってことです。もう満足したってことですよね。はい、満足したっていう、なんか夢が叶ったって初めてかもしれないですね。ドラゴンボールの、はい、もうそれぐらいドラゴンボールが好きで、鳥山先生の作品が好きで、っていうのがの感じですね。ちなみにこのベジータはこのベジータが大猿ベジータなんですけど、はい、ライブの時に書いていただいた。2012年っていうことは出会って4年とか、4年ぐらいですかね。名前が友秀くんの絵になってるんで、名前で書いていただけるぐらいの4年で。あ、確かに大川くん絵から友秀くん絵に変わってますね。はい、生で書いてるとこ見た時手が震えました。生で書いていただいたんですか。はい、生でライブ終わりの打ち上げで書いていただきました。大猿ベジータを鳥山先生はちょっと覚えてなかったので、はい、ある意味めちゃめちゃ度肝抜かれました。覚えてないんですか。覚えてないっていうというと、はい、鳥山先生はとんでもないキャラを生み出してるわけですよ。だから主要人物以外忘れないと次のキャラが描けないっていう。なので一回描いたものは二度と振り返ってみない。そこも凄さだなって逆に思いました。そんだけのキャラクターをやっぱし、なんていうんですかね、量産しなきゃいけないので、そうですよね、忘れなきゃいけないぐらいのキャラクターを生み出したっていうことですよね。ちなみに今はドラゴンボールだけの話になってますけど、はい、ドラゴンクエストもそうですし、ドクタースランプあられちゃんもそうですし、山ほどいるってことですもんね。山ほどいます。クエストもそうですし、代表作ドラゴンボールもそうですけど、やっぱあられちゃん、ドクタースランプあられちゃん、はいはいはい、あられちゃん。僕はあられちゃん世代ではないです。ちょっと前ですもんね。もう前ですね。前なんで、僕は再放送とか、DVD とかで見ました。可愛すぎるキャラですもんね。ここら辺がそうですよね。あられちゃんに関連のフィギュアたちっていう。そうですね。これもだからここにちょっとあられちゃんとガッちゃんをやっぱし書いていただきたかったです。これ2008年だと思います。出会った当初ぐらいに書いていただいたやつですね。これ入れたら8枚8枚ぐらいなんですけど、はい、好きがゆえにやっぱちょっと脳で考えれば言葉が先に出ちゃいまして、もしかしたら嫌われるかもしれないって思ったんですけど、でも笑顔で書いていただいたのも覚えてます。
途中なんですけど、はい、ちょっと米爪さんがちょっとライブで今日来れなくて、急遽大川さん一人なんですけど、一応ちょっと動画を扱ってて、動画、米爪さんもドラゴンボールがすごいご存知だと思うんですけど、すごい好きですね。今回鳥山先生の訃報を聞いてキャプテンと一緒にお話がしたかったんですが、ちょっとどうしてもライブでそちらに伺えなかったので、それでもやっぱり話したくてちょっと動画で失礼いたします。僕にとってドラゴンボールは本当に今まで全ての人をつないでくれたような作品で、初めて親父に買い与えてもらった漫画がドラゴンボールで、家族で買い物に出かけたその都度1巻ずつ買ってもらえるっていうので、続きが手に入れられない期間はずっと自分で自由帳に絵を描いて、ずっと悟空、ベジータ、ピッコロ、鳥山先生の絵をずっと描き写すっていう小学校時代でした。カメハメハの話で言うと、小学校中学年ぐらいですかね、本当にやっぱり出ると思ってて、友達と遊んでる時とかに出てないのは本気で叫んでないからやっていう気持ちがあって、山のてっぺんまで行ってカメハメハを本気で叫んでみようと思ってこう構えてこうやってやろうとしたけど、本当に出た場合山を削ってしまうって思って、空に向かってカメハメハって思いっきり叫んで出なかった、すごいへこんで帰った思い出はすごいあります。まあ成長の過程で言うと、性の目覚めも実はドラゴンボールで、なんでかわかんないけどこのブルマのおっぱいがすごく魅力的だっていうので、小学校4年か5年ぐらいの時に自由帳があるページからずーっとブルマのおっぱいばっかり書いてるっていう時期に入りまして、母親がそれを見つけてすごい深刻な顔で、ちょっと翔英か話があるって言われて、おっぱいまみれの自由帳を出されて、お前は大丈夫かって言われた記憶があります。成長過程には常にドラゴンボールがあったって言っても過言ではないです。自分が結婚して子供ができた時にはドラゴンボールを買い与えていくんやろうなって、それがずっと繰り返されて、結局鳥山先生の作品は永遠なんやろうなって思いました。語りたいことはまだまだ尽きませんが、あとはキャプテンにお任せします。鳥山明先生、心よりご冥福をお祈りいたします。カメハメハ打ったら山削れるから空に向かってカメハメハ打ったっていうエピソードは多分作ってますねそれいいんですか身内を売り合うようなただブルマのおっぱいは、共感しましたそこは共感してそっちは、であと子供に代々つないでいってフィギュアとか買い与えていって、その子供がまた買い与えていって、永遠に続くだろうな、それも共感しました。もちろんそうです。だからヨネも確かに好きだと思うんですけども、山のてっぺんのカメハメは多分作り話ですね。僕は鳥山先生もちろんドラゴンボール見て育ってきた世代で、鳥山先生自体どんな人かっていうのを全然知らないんですけど、めちゃくちゃ着飾らない、普通のおじさんでした。普通のおじさんですか。はい、言い方があれですけど、俺がとか全くないです。僕に対しても最初は敬語とかで、メンバーに対しても敬語で、そうなんですか。いやっていう、偉大すぎる人なんですけど、その偉大さを自分で隠してるみたいな。自分を全く前に出さないです。はい、藤子 F 不二雄みたいにベレー帽かぶってもう漫画家みたいな。キャップです。キャップ、T シャツ、デニム、ポーチなんでカジュアルなんです。おしゃれなんですよ。ザ漫画家みたいな。もう全然です。シンプルな、そこもかっこいいんですよ。なんか高い時計つけてるでもなく、そうなんです。そうなんですよ。高いジーパン履いてるとか、高いなんかこういうのをつけてるのではなく、本当に普通に。だから僕は入りやすかったの。なるほど。オーラがいい意味でないっていうことなんですね。僕が普通にご飯食べてて、前の席が鳥山先生でも分かんないと思います。関係者とか他の皆さんにも愛される要素の一つなんじゃないかなと思いました。名古屋でライブやった時に、このあられちゃんのフィギュアを僕空き時間でちょっと商店街で見つけて買ったんですよ。で鳥山先生に
めちゃくちゃ可愛くないですかって言ったらわかるそれ可愛いよねみたいな感じで見せてて、机でこうやってたら、これは鳥山先生からここサイン書いてあげようかってなりまして、ここの頭のところをサイン書いていただきまして、うわーって言ってたら、名前をこう書いてもらうの忘れてるんですよね。いや僕はいいんですよ。僕はいや大川さん、いいんですかそれで。これだけ抱きかかえて帰りましたね。はい。じゃあフィギュアシリーズはじゃあなんかこれですかね、このオーザルベジータですかね。これは僕が買ったわけではない。これ実は買えるものではなくて、コンビニの一番くじで一等賞で当たるやつなんですよ。ありますね。当時。はい。それめちゃくちゃ俺欲しかったんですけど、いくら使ってももう俺無理だったんですよ。ありますよね、そういうの。じゃあ鳥山先生が僕の誕生日を覚えてていただきまして、オーザルベジータ好きじゃないですか。さっき書いてもらった。これいる？って言うんです。そんなことあります？そんなことあるっていうので、このオーザルベジータのこのフィギュアをいただいたんです。でこれ僕言ってないんですよ。サイン入れてくださいって言ってないんです。鳥山先生が入れてくれてたんですよ。もう全部基本ご好意でやっていただいてる。いや本当そうなんですってことですね。そうなんです。鳥山先生の。なので感謝の上の言葉が見つからないんですけど、本当それぐらいの感謝の上の言葉が見つからないぐらいですね。それぐらいもう本当に僕嬉しかったやつですね。なんかもう本当自分がこんだけしていただいたのに何も恩返しできてないっていうあれはめちゃくちゃあります。その後悔、何か鳥山先生に自分が例えば芸人として成功してなんか鳥山先生と何か恩返しできればなとか、いろいろライブにご招待して俺らのライブネタ見ていただきたかったなとか、そういうのの後悔もめちゃくちゃ募りましたね。あとバンドも再開したので、名古屋でライブができるってなった時にはもう一回鳥山先生にめちゃくちゃ見てほしかったですし、そうですねっていうそのライブの時ジュアルケビでやったので、ライブのちょっと思い出が1個あるんですけど、このギターなんですけど、僕が初めてギターを買ったんですけど、ツアー回ってる時にこれを郵送で送ってたら、ライブ当日にケース開けたらここのヘッドってとこあるんですけど、これがこっちにこう折れてたんですよ。最悪と思う。最悪ですね。これはもう直したんですけど、使えますよ、全然使えるんですけど、なんかちょっともうへこんでしまって、そのへこんだ気持ちを鳥山先生にいろいろ話してそれまだ話すんですね。そこも、もうちょっと話してしまうんですけどこういうことがあったんだと。すいませんっていうのことでベジータをまたちょっと本当にちょっと大川さん書いてもらいすぎですね。そうなんですよ。だから、多分今見てる人からすると、お前バカだなとかお前本当にいい加減にしろよっていう方もいるかもしれませんけど俺もうちょっとすいません、好きすぎてちょっと本当にどれにでも鳥山先生を残したくなるんですよ。今までは全部ドラゴンボールにまつわるものとかドクタースランプにまつわるものでしたけど、ギターはもう関係ないですもんね。ギターは関係ないです。そこでももう本当ご好意で書いていただくっていう感じ。もう若い俺に言いたいです。やめとけとお前やりすぎだぞと言いたかったんですけど、でも今こうやって宝物が僕が囲まれて幸せかなと思いますし、鳥山先生にもずっと大事にしてますっていうことも、直接こういう写真とか映像とかでは見せれなかったので、これも本当は先生に見せたかったなっていうのもあります。こんな几帳面に保存してるというか、綺麗に倉庫に飾ってるの大川さんぐらいだと思うんで、嬉しいと思ってもらってたらこっち的には嬉しいですよね。でも鳥山先生もメールでやり取りしたりもするんですけど、一回ライブハウスの喫煙所で本当に好きなんだねってこう言われたことがあるんですよ。
こんなに言ってくる人なかなかいないからね。先生俺やっぱバカですよねっつって、でもバカって一番良くないみたいな会話もされて、はい、何度もなんかサインとかいろいろご迷惑をかけて本当にすいません先生っつったら、でもめんどくさいけど嬉しいは嬉しいよ、そりゃそうだよっていう会話をしたのことはありますね。めちゃくちゃお忙しかったなんで。なるほどなるほど。メールのやり取りぐらいですね。はい、最初の方は僕もパソコンで返してました。2008年ですもんね。はい、パソコンで返しましたね。iBook で返しました。もう使えないんじゃないですか。もう使えないんですけど、はいはい、メールは全部取ってます。残してるんですか、はい、それも。昔のiBook で、はい、iBook で残してます。そこにこの中にもうメール、先生とのメールが最初出会わせていただいた時からのメールが残ってます。僕らが入るところじゃないというか、大川さんと鳥山先生だけの、はい、思い出で、これはちょっとしまってですよね。おこうと思うんです。いろいろねこうお話ししてきましたが、本当になんていうんですかね、もうなんか鳥山先生がお亡くなりになったからで、なんかこれを見せて、これがあれこうだ俺のなんか自慢話みたいなとかではなく、これをなんかすごいだろうって言って見てもらうとかそういうのではなく、本当に鳥山先生ってすごい優しい方で、夢もあって人にサプライズするとか、人に気を使っていただいたりとか、本当にあんなにすごい先生なのに僕みたいなやつにもこうやって優しく隔たりなく接していただきました。そういった僕の思い、鳥山先生へ伝わればいいな。皆さん鳥山先生っていうのは本当に全てにおいて偉大な方だったなっていうのをなんかこの場を通してちょっとお伝えしたかったなっていうのがあります。はい、なので本当心の中から本当にご冥福をお祈りいたします。先生、安らかに